皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型は相振り飛車ということで、かなりね珍しい、この番組ではね珍しい作戦になりましたので、ゆっくりね解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、では早速解説の方を始めていきたいと思います。今回ね、私が後手番ですので、盤面をねひっくり返すことも検討したんですけれども、符号等ね分かりづらくなるところもあるかと思いまして、私が上側ですね、後手番という形で解説させていただきます。7六歩、3四歩に6六歩と、つきまして、この6六歩はね、やはり振り飛車模様のスタートと言えますね。角道を止めた手で、もちろんここからね6八金と上がって7八金と上がるような矢倉も考えられるんですけれども、基本的にはね、振り飛車もうね模様のスタートですよね。で、私はここでね3二飛車というのが、結構もうね作戦を決定づけるかね、注文をつけた手で、私のはこれでねもう振り飛車を明示したわけですね。で、逆に今度は先手側にねボールが来ていまして、この3二飛車を見て2六歩と突いて、居飛車対振り飛車、居飛車対三間飛車という形で戦うという選択もありますし、本局はですねここで7八飛車と回ったことで相振り飛車がね確定しました。もちろん私のねこの3二飛車という手は、相手がね飛車で来ることも想定しないといけないですし、本局のようにね当然相手もこう飛車を振ってね、相振り飛車になる可能性もありますので、3二飛車というのはねもう相振り飛車自殺という構えの手になりますね。はい。で7八飛車と、ここは難しいですよね。もちろん6八飛車とかね、あるいは7七角と上がって8八飛車と、飛車を振る場所はねいろいろあるところだと思います。本局は7八飛車だったのでね、相振り飛車の中でも相三間飛車というね形になりました。はい。で、3五歩で3八金、この3八金がね、相振り飛車ならではの手というかね、この手がもう相手の方がかなり相振り飛車をね指し慣れてるなと感じるような手ですよね。というのも、振り飛車をしますとね、基本的には美濃囲いというのが多い囲いになります。具体的に言いますと、こう3八銀と上がってね、王様をこういう形ですね。こういう形が非常に多いんですが、もちろん相振り飛車に対してもね、こう組む形も有力です。実際私この後ね、美濃囲いに組んだんですが、相振り飛車に関して言いますと、本局に見られるように3八金とね、美濃囲いに比べてこうあれですね、本局目立つけど銀が上がってこう上部にね手厚く受ける形がね、飛車がこちらに来ているので、金銀で手厚くねこの3筋を守るという指し方が相振り飛車の時には有力な指し方になります。実際これ3八金と上がりまして、手厚くね3筋からの攻めに備えたということですね。で、3六と私はすかさず動いていきます。これはね同歩ですと同飛車と取って、場合によってはね3七歩にこう6六飛車というね思い切ってねこう飛車角で乱舞するという、こういうねこれね非常に激しい戦いになりますけどね、こういう手も含みとしてあります。相手の方はね2八銀と上がったんですけどね、この3八金からの継続手ですよね。壁銀のようでね形は悪いようですけど、いつでもこう3六歩と取って3七銀という形、あるいは3七歩成同銀という形でね解消できますのでね、でこう金銀桂で守ってますから、こうぶつかった歩を放置していてもですね、例えば3七歩成と仮にこの後取ったんですけどね、取ってもびくともしないということですね。はい。で3六歩2八銀に、私の方はここで、6二玉とね上がりました。ここはね歩を成って同銀に3六歩とね打ってしまって、4六銀、ここまでやってから6二玉という戦い方もありますね。こういう戦い方もね、この3六の歩が将来的に、何か3七にね打ち込む拠点になるのか、あるいはねこう3五歩と打たれて場合によってはこの歩を取られてしまうような展開になるのか、そういった戦いになります。本局は6二玉とね、一旦3筋を保留しまして指しました。で、6八銀1四歩、この3六同歩同飛車という展開にさえならなければ、先ほどの6六飛車というようなね派手な乱戦には基本的にはならないですね。こう手厚く金銀を押し上げておけば、先手の方からしますとね、先ほどのこう飛車がビュンビュン回ってくる展開というのは避けたいところなので、こういうふうに金銀をねじっくり上げていくというのが、乱戦を避けるコツになります。はい。で1四歩7五歩ですね、先手の方もこれで飛車の活用です。でこの手を見て私は3七歩成と取りました。ここも手が広いところですね。もうちょっと王様を囲ってみるような手もあるんですが、ここで3七歩成と取りまして、同銀
で、3四飛車と。これはですね、取ってもらえるのが一番理想だったんですが、相手の方がね、取ってこないので、自分の方から歩をなじまして、飛車を3四に構えることで、この7筋のね、先手の7四歩から飛車先の歩交換を下げた手になります。はい。で、相手の方は7六飛車。そうですね、この7六飛車がね、非常に手堅い手で、この3四飛車ね、7四歩を防いだ手だと今解説したんですが、4八玉のような手ですとね、8四飛車という手が実はね、後手の狙いとしてあります。これ8七飛車成と成られてしまうともう大変なことになってしまうので、実はこの8七飛車を受ける手が1手しかないですね。7七飛車とこれ受ける以外に受ける方がないんですが、そうするとですね、角が効いてますので6六角と取られて、これね、もしかしたら相振り飛車を指した方ならね、もし1回ぐらいうっかりね、やられてしまったことがあるような筋かもしれません。結構ね、狙われやすい手で、こうなってしまうと飛車角が非常に使いにくくなりますのでね、苦しくなります。ですので、本当にね、序盤から相手の方はすごい細かくね、気を使って指してらっしゃいますよね。この7六飛車が手堅い手でして、今度は8四飛車でしたらね、7八金でもいいですし、8六歩でもいいですしね、それほど効果がないですね。はい。で、7六飛車に7二銀。私の方はこれでね、美濃囲いを目指しました。6七銀、7一玉、5六銀と。私の方はこう飛車のね、横利き用でこう飛車先の歩を交換されない、そして角道が通っているというね、こう利点が2つあります。で、先手の方の利点としましては、金銀の動きですよね。ご覧いただいているようにね、こう相手の私の方の飛車先の歩交換に乗じて金銀がこう盛り上がりまして、この金銀で飛車にこう圧力をかけているような図になります。場合によってはね、4五銀とね、出るような筋をいつでも狙っているということですね。はい。はい、で、4二銀と。で、4八玉、5二金、左ですね。これで私の方は陣形が、基本的に玉の囲いはね、もう一手8二玉入るか入らないかといった感じですかね。はい。で、5二銀に5八金。この辺りからね、後手の方も、今までね、こう飛車で、ね、飛車先の歩交換を防いだりして、こう気軽な感じで気楽な感じで指してたんですけど、この辺りから模様をね、取り方を考えないといけないですね。具体的に言いますと、この左の銀ですよね。もう左の銀っていうのが相振り飛車に関して言うと、この左の銀が攻めの銀になりますので、居飛車の将棋でもね、私の方、このチャンネルでね、再三解説させていただいてるんですけれども、銀をね、攻めに使わないと基本的には攻撃陣というのは、構築できないので、この4二の銀をね、どう使うかっていうのは、一つテーマになってくるんですよね。このルートです。この状態ですとね、3三銀、4四銀というこういうルートか、4四歩、4三銀というルートか、この後ね、本局出てくるんですけど、こう4歩、5三銀というルートか。はい。で、本局はここでですね、さらにその手を保留しまして、2四歩とね、これちょっと欲張った手ですね、そういう意味でね。そろそろこの銀の、なんていうんですかね、進路を決めるのが無難なんですが、こう飛車先の歩を、この角のね、飛車の脇の歩を伸ばして、銀をさらに最後までね、保留して、最後にいいところに使おうという、ちょっと欲張った手ですね。はい。かつ、飛車の動きが通ってますので、7四歩とも交換されないということです。で、4六に2五歩とね、こう、じわじわと圧力をかけるわけですね。この2手がね、ただどれぐらい効果があるかというのは難しいところですね。はい。で、3六歩と打ちました。これもね、すごく手が読めてるなという感じですね。ここ歩がここまで伸びてきたので、次一応3六歩という手がちょっと嫌なんですよね。こう2六銀と上に上がれないので、下がっておいてね、すぐに潰れる形ではないですが、やはり壁銀という悪い形になりますので、ここでね、3六歩というのは、手堅い手ですね。はい。そして1五歩と。ね、私の方はこうね、2手こう飛車角を通しながらね、こうポイントを上げる手をね、一応指してね、ちょっと欲張った構想です。そして、8六歩ですね。これ難しいですね。2三九玉から2八玉と入っとく手が第一感ですけどね、先手の方も8六歩とついてこう、後手のね、この私の方の歩2手と同じように圧力をかけにいったということですね。で、5四歩。これはいよいよもうちょっと手がね、もう一手8二玉ぐらい入る手ありますけどね、8五と使って結局そろそろ決断ということで、王様入りますとね、難しいです。入る手も非常に自然なんですが、こう、上にね、並んだ歩の圧力に近づくという考え方もあるので、本局はね、7一玉のまま5四歩とね、この5六の銀をいじめる含みと5三銀と使うという2つの狙いですね。はい。で、8五歩。そこで5三銀と上がりました。この銀がね、ようやく使う目処が少しずつ立ってきたという感じですね。はい。で、7四歩とね、これは飛車の動きが止まったのでね、こう飛車先の歩をついていきましたね。はい、同歩、同飛車。
で7三歩とね、ここは保留してもねあまりいいことがないですかね。手堅く受けました。で飛車が7八に引いたんですね。ここに引く手もあるところですね。この辺難しいですね。どちらがいい悪いはもう、好みも結構あるところだと思います。本局は深く7八飛車と引きました。そして5五歩6七銀に、4四歩とね、少しずつこう矢倉の圧力をかけて形に圧力をかけていきます。そして7七角5四銀、ここまで進むとね先ほどのぺっちゃんこだった形からこう銀がね活躍する目処が立ってきたのがねお分かりいただけると思います。これ次にね4五歩同歩同銀となると3六銀という進行が見えてきますのでね、ここで4七金左と相手の方はね手堅く受けてきました。はい。で、1三角と飛車角銀でね先手のこの矢倉に圧力をかけていきます。そして8八飛車、この8八飛車がね7八飛車からの狙いの手で、次にねこう8四歩同歩同飛車といけると銀取りと飛車先の攻めですね。銀取りを何か受ければ8二歩と打ってね大成功ということですね。この十字飛車はね気をつけないといけないところです。後手の方からするとね、受け方いろいろあるところですけど、本局はちょっと6四歩というねこう緩衝材ですね。こう銀の脇に歩を置いてこれでも8四歩同歩同飛車ならば8三歩と打って6四飛車に6三銀と上がればね飛車を捕獲できるという、仕組みでございますね。歩を取りにね飛車が取れる、こうなればすごくいいんですけどね。はい。ただ本局はねここで相手の方はすごい機敏に動いてきましたね。ここは難しかったですね。もうちょっと3九玉とか凝ったりとか、何かね、3九が一番普通ですかね。あとは7六銀、ちょっとこれは危険かもしれないですけどね。あるいは飛車先の方向を交換しておくという手もあったと思います。本局はね、6五歩と動いたんですが、これがね同歩ですとね8四歩同歩同飛車でねこの緩衝材が消えるというねすごい非常に筋のいい手です。本局は同銀と取ってこう防いだんですけどね、ここで5五角とね取る手もねあったかとは思います。5五角と取るとね歩損を交換して、これ一局の将棋だったと思うんですけどね、本局はさらに積極的にね8四歩同歩同飛車とね、この仕掛けがうまくいくかどうかがね本局の優劣をね分かれましたね。私はこれを8三打つ一手なんですが、これで6四飛車と回ることで銀がね先ほどのこの位置と違って浮いてますので、この飛車がね、捕まりにくいという仕組みですね。で私はねこれ銀を助けるように7四銀と引くしかなくて、本局の7四銀と引いて、でこう5五角と、そうですね、これ先手が一見好調なんですが、問題はこの4八の玉なんですよね。この玉は2八にいればねこれは先手ペースと言っていいでしょうね。非常に陣形に憂いがないのでね、本局4八にいるのでこの飛車をねもし本局もそうなんですけど取られた時の反動が非常にきついんですよね。2八の王様いれば飛車角下手したら両方捨ててもね迫っていくような手があるんですが、4八にいるのでね私もこう攻め込まれてるんですけど、飛車が手に入ると反撃がね楽しみになります。ここで5三金とね上がってその飛車を狙っていきます。はい。でこの5三金はね4四飛車と回ってくる手があるので、強くこうね7四飛車という狙いがあるんで怖い手なんですが、今言ったように飛車を手にして反撃しようということです。これ6六引くとね5四金と上がれば角取りになりますので、7四飛車とね取ってきたんですが、これはもう結構一直線ですよね。同歩に9一角成とね、これね部分的にはもうほんと先手大成功ですね。銀香と飛車の交換という2枚替えで、玉のね近くに馬ができて玉の近くの香車を取ってますからね。ただし今先ほど言ったようにね私の方はこれで飛車を手に入れたのがね非常に大きな武器でして、実際ここでね、6九飛車とね反撃するというのは厳しい反撃になりますね。やはり見た目でも場外にね王様が露出してますんでね。はい。で5八銀8九飛車成と、すかさずこうね手順に桂馬を取り返しました。で8二歩、これでも厳しい手ですよね。で7三桂に8一歩成、同銀ですと7三馬とね取られてしまうので王様はねこう脱出ですね。たまらず脱出です。で8二とと引いて6三銀と、ここまではね、先手の攻めとしては、非常にリズムよくねと金を作っていい攻めだったんですが、この次の手がねちょっと本局において敗着というかね、ちょっと若干うっかりがあったんだと思うんですけど、8三ととねこう引いて、これ部分的にはねすごいもちろん厳しい、めちゃめちゃ厳しい手なんですけど、ここに竜がいたのでね同竜と取って、これはね一気に先手の攻めがね細くなりましたね。ちょっとね多分おそらく竜がここにいるのをね相手の方うっかりされたんじゃないかなと思います。ここでは単に6九香と打ってね、この6九香というのは結構味のいい手でして、
理由としましては竜の横利きを消しながら6六桂というのがね非常に厳しい攻めがあるんですね。この2つをいっぺんに受ける香打ち非常に気持ちのいい手なので、こうやっておけば先手も戦えたと思います。実際ね8三と同竜となって、ここでねちょっとやっぱり気持ち的にもね先手が辛いですね。ここでせっかく作ったと金が一手で取られてしまうような感じになってしまったんでね、ここから私のペースになりましたね。はい。で、6九香とね、ここで打ったんですが、6七歩というのがちょっと工夫した受け方でして、単に受ける手もね手堅いんですが、6七に歩を打つことで6六桂というね手を残してるわけですね。もしこれを同香でしたら歩を2発打てばね香車を取れるというねちょっと欲張った受け方です。はい。で、2三銀、2四飛車、3二銀成とね、これはしょうがないですね。ちょっと貴重な戦力であると金を失ってしまったんでね、雰囲気としては馬と成銀の攻撃態勢なんですが、駒が歩しかないんでね。はい。で6八竜と私はね構わず攻めて8八竜と攻めていきました。これは次ね6六桂を狙っております。で相手の方6七香、6六歩同香、すいません、6六ですね、同香、6五歩とね、これがちょうどね勝ち将棋鬼のごとしとか言いますけどね、歩の数も足りてしまったんですね。はい。で、同香と同桂、ここはねもう先手としてもちょっと歩しかないですし、明らかに攻めが切れているんでね、先手の方もちょっとなすすべがないといった感じです。で5六金、7七桂成、これは冷静な手ですね。次6七成桂があるのでね、本局ね6九歩と受けたんですけど、実際この6七成桂がね、はい、これ一つのポイントなんですけど、相手の王様に竜を飛車とかですね同じ位置にして間の駒を狙うというこういう形ですね。この攻めの形をね是非覚えていただければなと思います。で3九歩もしょうがないですね。歩しかないんでね補強のしようもないです。3九歩で逃げたんですが5八竜とねボロッと取って、私の方が本当に優勢になればね自然な手が一番ね、自然な手でいいのが一番ねいいのでね、はい、じわじわとリードを広げていきます。ここでもうさすがにね歩しかないのでね補強も効かない、2一成銀はね駒を取ったんですけれども、4七桂と打ったところで相手の方の投了となりました。以下はですね同金と取れば3八銀と打ちまして、2八玉に2七銀成という手が詰みのテクニックで、下がれば成銀ですね。同玉ですと、この飛車が働いてくるんですね。2六香と打って同銀同歩で、王様寄って歩を成ると。ちょっと手数は長いですけどね大泉です。4七桂に対して同金は詰みなのでね上がるしかないんですが、上がってもね3九銀と打つとこれ取れないんでね、1八玉の一手に3八竜と回りまして、合駒するにはね2八に桂打つしかないんですが、同銀成同銀に2六桂が最後の決め手で同歩で、先ほどねここで取った金を2七金と打てばぴったりの即詰みになります。ということでね4七桂と打って即詰みということで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大図指しました対局の解説編をお届けいたしました。戦型がね相振り飛車ということで、居飛車党の方にはあまりね縁がない、あまり実はね指したことないよという方もいるんではないかなと思います。実際私もね居飛車党でして、あまりプロの公式戦で相振り飛車ね多分数局しか指してないと思います。ただね相振り飛車はねやっぱり自分が飛車を振らなくても相手が振り飛車ですとね、振り飛車対居飛車の対抗形というのはどうしても避けれないところでして、そういった中でね相振り飛車もさせてね自分の戦法のさせる戦法にね入れておけば気分によってね相振り飛車で対応したりすることもできますので、そういったところのね参考になればといいと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。